こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はネガティブな出来事は発想転換すると意外にも良いことになるかもというタイトルでお話しします。悪いことが起きたときに、なぜそんなことが起きたんだ？なんで自分はついていないんだ？どうして自分ばかりこんな目に遭うのか？と嘆いてしまうものです。自分は悪いことをしていないのに、自分のコントロールが効かないところで、受け入れがたい理不尽なことが起きれば、納得いかないのは当然です。そんな時にその出来事の原因を考えて、誰が悪いんだ？何が悪いんだ？と犯人探しをすることもしばしばです。悪いことが起きたばかりなら、それも仕方ないでしょう。でもずっといつまでもその出来事をネガティブな解釈のまま残しておけば、人生苦労ばかりでしんどいなで終わってしまいます。過去の嫌な出来事やネガティブなことは否定的に捉えたくなりますが、ここで少し発想転換すれば、意外にも良いことが起きることもしばしばです。今回は嫌な出来事に対して発想転換してみるということについて話します。もし自分がしたことで何か不都合が起きたのなら、何が良くなかったのかを考えて、再びそれが起きないよう気をつけるのは非常に意義があることです。ミスや失敗があるからこそ人は学んで成長できます。ネガティブな出来事に対してフィードバックするから改善も可能になります。しかし自分ではどうにもならないことで悪いことが起きた場合は、他人や自分の置かれた環境に原因を探してそれを責めることも珍しくありません。その後ずっと誰かを責め続けたり、辛かったことを嘆いていれば、惨めになるだけで良いことは起きないでしょう。それよりもちょっと発想転換して起きた出来事の捉え方を変えてしまえば、人生も意外な方向へ進み始めます。その意外な方向とは自分にとって望ましいと思われるものです。発想転換に必要なのは次の質問を自分自身に投げかけることです。あの嫌な出来事は自分にとって何のために必要だったのか。あの辛かったことは自分にどんな有益なものをもたらせてくれるのか。自分に大きなダメージを与えたものに対してなぜそれが必要だったか、どんな良いことがあるだろうかと考えるのはちょっとおかしな感じがします。しかしこの発想転換ができれば、後に予想外な良い展開が自分を待っていることも珍しくありません。発想転換のためには、誰が悪かったのか、何が悪かったのかという質問から、なぜそれが必要だったのか、どんな良いことがあるだろうかに変えてしまうことです。苦境に立たされた時には、心に余裕もないから、ただしんどい、ただ辛いとしか感じられません。しかし、時間の経過とともに心に少しゆとりが出てくれば、ちょっと違った視点から自分自身のネガティブ経験を振り返ることも可能です。なぜあの辛いことが必要なのか、自分にどんな良いものをもたらせてくれるのか、こういう視点で過去の悲しい経験を見ることもできます。すると、私の人生にはこういう生きる目的があった。自分にはこういう使命が与えられていたと気づくチャンスにもなり得るんです。過去のネガティブ経験はインパクトが強すぎて忘れたくてもなかなか忘れられないものです。でも実はこの出来事は自分にとって重要な意味があるから忘れないようになっているんです。この出来事を忘れないで人生に生かしていけるようずっと記憶に残しておくということです。
その出来事とそれによりその後受けた影響がどのようなものだったのか、これを振り返ることで自分の生きる目的や自分に与えられた役割、使命が見えてくることも多いです。自分の過去の経験を生かして世の中で多くの人たちが求めているものを提供できるかもしれません。もしそうであれば、このネガティブな出来事は自分にとって悪いものだったでは終わらないでしょう。これがあったからこそ今の自分がいる、起きてよかったことだったと過去のネガティブな出来事にも感謝の気持ちが湧くことさえあります。悪いことが起きている最中は当然それは悪いことであり、それにより苦しめられます。しかしもっと長いスパンで同じ出来事を見つめたときには、決して悪いことではなかった、むしろ良いことに転じたということもしばしばあります。その時には嫌なことだと判断して、こんなことが起きなければよかったのにと思っています。でもそれから数年後、以前は起きない方がよかったと信じていたことでも、最終的には起きてくれてよかったとありがたいものに転じることもあり得るんです。辛いと感じるその時の短期的な目線では確かに辛くて大変なことです。しかしちょっと時間が経てば、あれが起きなかったら今自分はこんなに良い状態にはなれなかった。これでよかったんだと喜ばしくなることも珍しくありません。同じ出来事でも短期的な目線で見るのか、それとも長期的なスパンで考えるのかにより、全然違ったものになります。そう考えたら、一見今は良くないことだと思われることも、必ずしも悪いことだとは言えないから、あまり気を落とす必要はないでしょう。下手に焦ることなく、パニックになることもなく、このことも将来どのように発展するかわからないと軽い気持ちで構えていた方が自分も楽です。今現在はとんでもないことでも、将来的にはこんな素晴らしいものに転じたということも多々あるからです。逆境の最中では、この状況はなぜ必要なのか、どんな良いことをもたらす可能性があるのかという答えは見えにくいです。苦しさがひどければそんなことを考える余裕もないからです。それでもこの質問を自分に対して投げかけてみるといいです。すぐには答えが見つからなくても、こういう観点で見ることもできると知っていれば、そのうち意外な気づきを経験することもよくあるからです。この質問を全くしなければ、過去のネガティブな出来事はそのまま悪い記憶として自分の中に残ってしまうだけです。しかし、この質問を自分にすることを繰り返していれば、意外な時に意外な形で突然何かを見ることが可能になります。その何かとは自分にとっては素晴らしいものです。今後の自分が意義ある人生を歩むのに大きな助けになるものが多いです。質問の答えはすぐに知る必要はありません。自分自身に投げかけることをやっていれば、予想もしないときに突然答えが見えてくるものだからです。その時は自分でもびっくりするでしょう。不快なびっくりではなく、喜びに満ちたびっくりなので、恐れる必要は全くありません。過去のネガティブな出来事は、ネガティブな解釈のまま残しておけば、自分の人生は辛いもので、惨めな気持ちにしかなれません。しかし、その嫌な出来事に対して発想転換してみれば、意外にも予想外の良いことに出会えることもしばしばです。その予想外を見るためには、何のためにその出来事は必要だったのか、この質問を自分自身に投げかけてみることです。すぐに答えを見つけなくても全然構いません。それよりもそれを問い続けてみることです。
するとある日突然、その答えが自分の目の前に降りてくることもよくあるからです。そのためにちょっと心に余裕が出たら、ぜひこのように発想転換を考えてみましょう。ということで今回はネガティブな出来事は発想転換すると意外にも良いことになるかもというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。